信長の野望。新生。休む間もなく戦い続けなんとか生き残り織田城を陥落し勢力を拡大した我らが久保。フェニックス織田も織田城に復帰し住民が歓喜に沸くも、着実に古賀久保包囲網が狭まってきていた。山之内上杉との同盟があと2ヶ月で切れます。今武田とやり合ってるしこのまま手切れした方がいいかもしれんぞ。悩んだけど里見との親善に注力することにしたよ。山之内上杉も同盟継続してあげたいけど、金銭的にも結構厳しいであります。設置が荒い。できれば武田と同盟組みたいけど嫌われてるのがネック。敵視されてると同盟組むのに60ヶ月。さて外交も大事だけど、まずは攻めてきてる芦名と拳で語り合いと参りましょうか。久保様、宇都宮にご出陣委員。北条が攻めてきてる岩槻城は、山之内上杉と佐野が到着したから少しの間はしのげそうかな。山之内上杉、武田に攻められてるのにすまんな。久保様が宇都宮に到着した、合戦だー。6倍の兵力で1部隊をフルボッコ。楽勝でござる。兵の損耗も500で済んだ。100%芦名だ、ぶっ転がせー。敵が集結する前に殴りかかるチキンプレイ。軍や施設も壊されると嫌なんだよ。兵は3分の1ほど持ってかれたけど勝利。まだ芦名の兵が攻めてきてるけど、いっそ芦名の烏山城攻めてやろうかしら。お、城の耐久半分切ってるし兵も少ないぞ。佐竹が3000の兵で出陣しました北条芦名佐竹の三面戦争になっちまった。ぐぬぬー、絶妙なタイミングで攻めないでよ。国衆の真壁よ、佐竹に狙われた府中城に参陣し、防衛に備えるのだー。時間稼ぎくらいにはなるか？江戸城攻めを依頼した里見殿、壊滅。さすがに無理か。援軍要請なのに久保兵すら出してねえしな。久保様はまだ宇都宮じゃ。また裏切りの八館のナスが来たか。この人史実では久保様と戦場を駆け回り宇都宮さんを討ち取った人だけど、この世界では逆に宇都宮さんにボコられたよ。敵残存兵力ゼロ、宇都宮さんの本気を見た。久保様が勝利に沸く頃、関東で異変起こる、武田の津久井城攻め。もう関東の大地は真っ赤になってそう。援軍の佐野、なぜか北条勢に挑まず軍の制圧をしております。北条怖いよ。この臆病者がちゃんと戦え結城城からなけなしの兵で出陣。逆に張り切りすぎの真壁衆が、府中城で待機のはずが佐竹勢に襲いかかってる。こっちは抜け駆けかよ。真壁だけじゃやられちゃう、フェニックス応援よろ。将軍様が宇都宮から戻られたぞー。帰還と同時に埼玉出張。山之内上杉との同盟が終わりました。3ヶ月は停戦となりますがご注意ください。武田にやられて国峰城美濃和城が取られて弱体化してるが、油断はできないぞ。里見との同盟も切れそうだし、このままじゃ全方位的になっちゃうよ。岩槻城、耐久が半分を切りました佐野王、貴様なぜ戦わん、お前も戦え喧嘩は嫌。久保様、ダッシュだー。全力疾走久保様が到着、佐野も合戦に強制参加だぜ。北条氏康は城の強行で騎兵しておる、畳み込め合戦。そして安定の軒口破壊。兵力で圧倒してても安定のずる久保。本陣から離れる氏康が悪いのです。卑怯くせえ。何はともあれ勝ちは勝ち、勝ち時をあげよ、かあったどー。兵の損耗は400程度で済んだしよかったな。さてこのまま久保様には府中城に向かっていただきます。茨城出張。岩槻城、防衛完了です。よかったな佐野、お家帰れるぜ。やったー。織田氏春殿が江戸忠道を打ち破りました。そして壊滅しました。ダメじゃねえか。府中がピンチ。里見との同盟が終了しました。まずいな、状況がちょっとずつ悪化してるぞ。フェニックスが不甲斐ないから、このままじゃ久保様の応援が間に合わないかも。結城城から小山さん900が足止めに向かう。さあたー、あんだにー。落城は目前、城代が佐竹義明に決死の出陣。無茶しやがって。奮戦虚しく全員討ち死に。城代、お前は誠の鎌倉武士だったぜ。しかしその決死の覚悟のおかげで小山勢の応援が間に合った。その時落城寸前の府中城には、残りわずか21名しか生存者はいなかったという。小山さーん、今将軍様が参りますぞー。小山勢ももう100機しか残っておらん。城代の敵合戦じゃー。完膚なきまでにフルボッコ。城代よ、バルハラで会おう。こうして名もなき英雄の活躍もあり、連戦に次ぐ連戦が終わりを告げた。もうお城の米蔵もすっからかんだぜ。
今回の戦で侍大将に昇格したので、府中城に頑張った小山さんちの春友さんを任命。新章出伐は世の常でござる。元山之内上杉領で武田と長尾がやり合ってる。山之内上杉家との停戦が切れました。弱体化してるからやろうと思えば倒せるな。まあ今まで散々お世話したけど、お世話もしてもらったからなるべく友好的にしましょ。親善送るのはいいが金銭もカッツカツだぞ。そして久保様の返り討ちにあった足名は、伊達のターゲットになった模様。今後は伊達が脅威になるかも。里見との停戦が期限切れとなりました。盟友が従属の佐野だけに、これはもうダメかもしれん。でも2ヶ月後義理里見と再度同盟締結。里見と揉める前に再同盟できてよかったぜ。そしてこの時ふと気づく、山之内上杉との手切れにより、武田の外交姿勢が緩和されていることに、甲斐の国はもともと鎌倉府の管轄国、武田よ、久保様の元に集うのだこの同盟は古賀久保存続の希望。そして久保様にさらなる追い風が吹く。佐野家を吸収するべきでしょう。滅ぶ前に手を差し伸べるが主筋の役目。これで唐沢山城と佐野家の武将がゲットできるぜ。久保様、里見家の里見義高殿がご来訪です。防衛の援軍を頼む。お前もか。またこのパターンかよ。頭に来たー。記載州と民谷州、江戸城に勝ち込み行ってこいやー。鉄砲玉。一応岩槻城からも気持ち兵出すよ。今米貯めてる最中だから他の城は出したくないんだよな。もうシーズ城を攻める敵はおりません。無事里見の防衛成功。古賀御所のお米も溜まったし、久保様も江戸城に出陣じゃー。お、北条に逆進行だぜ。進めていた佐野の従属吸収が完了。逃げ腰の佐野も今後はちゃんと指示聞いてくれそうだな。佐野家の資産、差し押さえましたやっはー、佐野家埋蔵金ゲットー。外交と開発の資金が手に入ったぜ。賄賂もらっちゃったし、佐野さんは唐沢山城に所領安堵してあげましょ。だな。江戸城包囲も久保様到着でいい感じ。順調だな。佐野家の埋蔵金で浄化施設建てよっと。資金不足もあって浄化施設結構空きあるんだよな。ここは政策も発令しちゃおうかしら。実行できる武将がおりません。人手不足は未だ問題。そして新年を迎え、北条が江戸城の防衛に兵を出しましたせっかくいい感じだったのに、この数はちと厳しいか。仕方ない、兵を無駄に減らす前に帰りますか。安全第一。北条氏康お子でございます。2万の進行です。里見防衛に江戸城侵攻したらそりゃ切れるわな。出来心だったんじゃ。こりゃ戦うしかなさそうだ。里見シャン防衛よろし。あれ里見、まさかの従属。マジか、こんなにあっさり久保様に神戸を垂れるとは。っていうことはもしやこいつも、山之内上杉も従属を希望しております。一気に久保の味方が増えたー。よーし、これなら北条も跳ね返してお釣りが来る。戦嫌いの佐野、貴様が先鋒じゃあ。マジっすか。山之内上杉、里見、防衛戦に参戦せよ。久保様の味方のもとに北条を打ち払え。北条は川越城と岩槻城の同時進行を狙っておる。防衛依頼は岩槻城しか出してないから地味にやりづらいぜ。久保様がご到着になった、皆の者、合戦だー。その時久保様の味方の前には、北条の兵の10倍の兵が立ち並んでいた。上楽勝。これが真の鎌倉府の正統後継者の力だ。北条勢まだたくさんおる。でも逆にこれは威風を狙うチャンスかも。試す価値ありだぜ。ぐぬぬ、威風発動の4部隊がなかなか揃わん。うまいこと一瞬のタイミングをつかめ。佐竹御前が出陣しましたまたいいところで邪魔が来た。このサーターアンダギーがこの、はよ4部隊揃え。スロットマシーンの目押しみたいになってんな。追形員撤退。1部隊減った。畜生。佐竹も迫ってるし急げよ。私が急いだからってどうにかなる問題じゃな。って4部隊来た相手は久々の次期8万、腕が鳴るぜ。このマップは中央の落石ポイントが重要。皆の者、心してかかれー。開戦。一番兵の多い久保様は落石のできる高台へ。県西上泉の仏などのも左翼で久保様のご支援を。残りの部隊は右翼にて敵に敵を殲滅せよー。久保様、無事高台に陣を構えました撃てー。北条の兵をハリネズミにしろー。久保様、まさかの大活躍。よし、風魔小太郎撤退。
忍者なのに真ん中で目立つから。奴はきっと必殺技とか叫んじゃう忍ばないタイプの忍者なんだよ。北条型の国衆も撤退だぜ。そして左翼の牽制が要衝制圧。勢いそのままにさらに要衝制圧。士気が上がって牽制のステータス偉いことになってんな。このままの木口まで突っ込んでもらいましょ。久保様も今が後期だって言ってんぞ。今佐野を取りにして敵を引っ張ってきたので、久保様は今しばし丘からの射撃をお願いします。落石もできるようになったぜ。でも落石前に敵が交代。おい。の木口攻めるのがちと早かったかな。まあ構わん、全軍突撃だー。牽制、実8万と相対競り。これ兵士減少あるから辛いぜ。だが相手は牽制、175の損失だけで済み申した。勝敗は喫した。最後は応援に来てた成田さんがの木口破壊で式優勢勝利。さすが映画で有名なのぼうの一族だぜ。北条綱重相手だからもうちょい手こずるかと思ったけど、楽勝でござる。まあこっちの兵は3倍いたしな。そして久保らしい堂々とした戦ぶりに威風が吹き荒れる。これには甲斐の武田さんもびっくり。威風によって武田家との関係が好転、これで親善がはかどる。武田家との同盟も夢物語じゃなくなったな。では窮地に陥るもなんとか仲間を増やし久保様の逆襲が始まったところで今回はここまで。面白かったと思ったらグッドボタンよろしくお願いいたします。連射はしてもいいけど奇数回で。山之内上杉と里見を従属させた久保、武田と同盟を結び北条を滅ぼせるか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。